こんにちは、ミニマリストやです。今日は新居に引っ越したのでルームツアーをしていきたいと思います。それではどうぞ。まずは玄関ですね。こんな感じで山崎実業で買ったシューズラックに靴と、あと普段履く靴を入れております。あとはここが鍵の定位置ですね。では続いてお手洗いです。手洗いはこんな感じになってて、新しく引っ越したのでウォシュレットになりました。生理用品とかは便器の裏の四角のところに置いて見えないようにしていて、あとトイレットペーパーは窓枠のところに置いています。なるべく、物は置かないようにして掃除をしやすいようにしています。はい、続いて、玄関入ってこちらが山崎実業で買ったゴミ箱上ラックっていうものを使って収納をしています。この辺がゴミ箱で、箱型のゴミ箱を置きたくなかったので、こういったものを楽天で探して注文しました。中段にはいつも飲むので、ネスプレッソのラティシマワンと、カプセルと、お砂糖と、あとハシーズのシロップとお米が置いてあります。で、一番上はティッシュのストックと、ちょっともうなくなっちゃってるんですけど、ペットボトル、お水のストックとプロテインと、あと今日来客があるので、来客の方用のチョコが置いてあります。はい。キッチン横の収納はこんな感じです。あと一応配線を目立たせないように工夫しています。はい。続いてキッチンですね。キッチンは一人暮らし用なのでちょっと狭いんですけれども、こんな感じになってます。コンロは初めて IH になりました。掃除しやすくて結構気に入ってます。で、こちらがバーミキュラのフライパンの用の専用の蓋ですね。なんか収納の方法を考えたいなって思いつつ、とりあえずここに置いてあります。あとはキッチンペーパー。水回りは一応浄水器をつけてあるのと、こんな感じですね。この辺は収納になってて、ここに食器類となんかパスタとかだしとかそういうのが入ってます。で、一番上の段はラップとかゴミ袋とかキッチンペーパーとか布巾のストックを入れてあります。はい。では続いて下の段はこんな感じになってます。ちょっとまだ引っ越してきたばっかりで、いまいち収納をどうしようかなって試行錯誤しながらやってる感じなんですけど、ご飯系のストックですね。カレーとかスープの非常食。ご飯を作るのがめんどくさい時とか、あと、災害用のストックも兼ねてここに置いてあります。で、オートミール。で、バーミキュラのホーロー鍋と、この辺が、こっちの上の段が調味料。で、下の段が紅茶とかが入っています。キッチン下の収納はこんな感じです。はい。では続いて洗面所。洗面所はまずこちらなんですけど、コインランドリーに出す用の服、着た服を無印のトートバッグに入れて、ここに置いてあります。脱いだ服はすべてこの中に入れてあります。洗面所はこんな感じになってて、独立洗面台があるタイプの物件ですね。上の方から、この辺はスキンケア類ですね。よく使ってるのは、キレイの化粧水と、ちょっと肌の調子が悪いので、病院で処方してもらったヒルドイド。あとさらに乾燥するって時は、プロペットなんかも使ってます。続いてこちらは歯磨き粉とかですね。こっちのブリリアントモアが結構美白の研磨作用があるタイプのホワイトニング効果があるような結構強めの歯磨き粉なので、これをだいたい週1か週2ぐらい。で、普段はコンクールのジェルコートを使っています。これはジェルのタイプで泡とかが出てこないので、泡があるとどうしても磨いた気になってしまうんですけど、しっかり磨けるよっていうものだと思います。あとこの辺は、矯正してるので矯正用の歯ブラシと、あとはここにもソニーケアを置いてます。で、こっちはモルトンブラウンのハンドソープとハンドクリームですね。洗面所に置いて手洗ったらすぐ保湿ができるようにしています。はい。続いてこちら辺ですね。こっちの方はメガネですね。メガネ2つ。度が入ってないすっぴん隠し用のメガネと、度が入ってる普通のメガネ。はい。この2つ置いてます。で、こっちはヘアケア系ですね。ホホーバーオイルと髪の毛結ぶゴムなんかを置いてます。はい。続いて下の方ですね。下の方は
まずここにはボディクリームとかコンタクトの替えとかそういうのを入れてます。で、中はこんな感じになっていて、はい、掃除用品のとかシャンプーのストックとか、あとこっちは掃除洗剤系ですね。ハイターとかオキシクリーンとかダマロとかが入ってます。で、これは何ぞやと思われるかもしれないんですけど、財布に小銭を入れないので、どうしても小銭が発生した時とかはもうこの中に入れてますね。はい、そろそろ銀行に入れなきゃいけないなって思ってます。はい。あとこれ今入ってないんですけど、普段入浴剤を入れてます。切れちゃいました。あとはそうですね、この辺はもともとついてたお風呂用の蓋にちょうどいいのでドライヤーを入れてます。あとは無印のよく皆さんが使ってるコロコロですね。ここで髪の毛を乾かしたりするので、乾かし終わったらすぐ落ちた毛をコロコロしてできるようにここに置いてあります。はい。続いてこっち側ですね。こっち側はタオル掛けを自分で設置してつけています。これすごい便利で、こういうところにアイロンとかかけれるので気に入ってます。あとここは、クイックルワイパーを置いてます。はい。では続いてお風呂の中行きたいと思います。お風呂の中はこんな感じです。今回バストイレ別の物件だったので、結構広めで150センチの女性なら足を広げて余裕で入れるようなお風呂です。お風呂場に置いてあるのはこんな感じですね。右上がシャンプーと、モレモトリートメント。これすごいいいです。あと結構しっかり洗いたいので、シャンプーブラシっていうんですかね。はい。これを使ってしっかり頭皮に汚れ残らないように洗ってます。手で洗ってるとどうしても爪が引っかかったりして頭皮傷つけちゃったりしちゃうので、シャンプーブラシを使ってます。こちらが右側がボディーソープで左側がクレンジングです。あとは洗剤ですね。これは無印の洗剤の容器にルックのこすらなくてもいい洗剤を詰め替えて入れています。はい、お風呂場はこんな感じでした。すごい水回りが綺麗な物件なので、掃除もしやすくて汚れも溜まりにくくて気に入ってます。では続いてメインのお部屋の方を紹介していきたいと思います。メインのお部屋がこちらですね。そう、この床があれです。そもそももともとは茶色い床だったんですけど、自分でクッションフロアを引いて張り替えてます。はい、お部屋はこんな感じですね。まず入ったらロボット掃除機と、光回線のルーター。これちょっと配線出ちゃってるんですけど、配線隠し用にボックスを買いました。はい。で、鏡があって、そう、お部屋は、この部屋がだいたい 7.5 畳ぐらいとちょっと広めになってます。窓ですね。これ窓が結構広くて、南向きではないんですけれども、割としっかり太陽が入ってきて日当たり抜群なので気に入ってます。窓に柱というかかけるこういうところがあるんですけど、ここにお布団とか毛布をかけて置いています。いや、7.5 畳は結構広いですね。で、こちらが普段仕事とかする用の机で、椅子はイトーキのチェアを使っています。定価だと確か7万ぐらいするものなんですけど、メルカリで安く買いました。すごい腰が痛くならないので気に入ってます。で、こちらは、アラジンのグラファイトヒーターですね。エアコンだとちょっと乾燥してしまうので、仕事中は電気ストーブをつけてることが多いです。で、デスク周りですね。デスクはこちらはフレキシスポットで買った電動昇降型デスク。この前動画上げたんですけど、これを使ってます。で、ここでスイッチでこうやって自動で高さが変わるものになっているので、座っててちょっと疲れたり集中力が切れてきたらこんな感じでスタンディングとして使ってます。で、机の上はパソコンですね。今置いてあるのはプライベートで使ってる Mac のノートです。で、あとはこちらですね。ワイヤレス充電用のものを買いました。これは Amazon で見つけたんですけど、iPhone と AirPods と、私は持ってないんですけど、Apple Watch が3つ置けるものを買いました。これ結構便利だし、机の上が配線でごちゃごちゃならないので、買ってよかったです。あとは、いつも使ってるスコッティのカシミヤというちっちゃいボックスのティッシュですね。はい。見た目がすごい白くてシンプルなので、もうずっとこれ使ってます。あとは、無印で買った観葉植物。
ちらも机の上に置いてます。こちらはですね、バッグハンガーを使って、あと紙袋を置いて、仕事中に出たちょっとしたゴミとかを入れるように簡易的なゴミ箱を作ってます。はい、机はそんな感じでした。はい、では続いてクローゼットを紹介していきたいと思います。クローゼットを開けるとこんな感じになってます。服が今コインランドリーに持っていくものは抜いているので全部じゃないんですけれども、これだけかかってます。服はオールシーズンで16着なので割と少ないですね。少ないのでほとんどこうやってラックにかけるだけで終わってます。まずこの辺ですね。この辺は、タオルとかインナーとかボトムスとかを入れてます。で、これはポケットがついてて、こっちの右側は細かいポケットで靴下とかタイツを入れていて、こっち側は下着ですね。大きいポケットになってるので下着を入れてます。ブラジャーとかですね。ブラジャーとかを入れてます。はい。この辺は趣味のキャンプ道具が入ってます。最近無印の頑丈ボックスを買ったんですけど、これすごい使いやすくて気に入ってます。あとはクッションと寝袋があって、こっちはコンテナの中に普段使うようなガジェットとか化粧品とか、あとオフシーズンの服とか、あとは玄関にもともと置いてたような工具とかを入れてます。虫除けスプレーとか。はい。で、こちらのベルトのボックスは、仕事道具ですね。会社のパソコンとか、ノートとか書類とか、マウスとかを全部この中に入れてます。もともとハンガーラックがついてたんですけど、びっくりするくらい高くてですね。でもこれ、身長180センチの人とかでもちょっと届かないぐらい高いハンガーラックだったので、楽天でこういう拡張するようなもの、ハンガーラックを買って、私は背が低いので届きやすいようにハンガーラックを拡張しています。はい。以上、ルームツアーをしていきましたが、いかがでしたでしょうか？参考になりましたら幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。